イヘイヘイヘイ、どうしたどうした。斧が1本しか出なくてダブルアックスが作れませんみたいな顔しやがって。忘れちまったか。俺だよ俺、ミスターストラグルズだよ。それじゃあカバンの中身がとっちらかった皆さんに整理整頓されたジョークをお届けしよう。この前スラバートのやつが今日は朝から顔色がいいねってからかってきたんだ。いじってるのが分かったからこう返したよ。俺は狂ったギターさって。そう、披露時に弦気になるってね。ストラグルーズこんにちは、ヨッシーです。今回は龍鱗コントロール戦術を紹介したいと思います。バーサーカーのクラスで革の鎧を龍鱗の鎧に進化させることができるようになりましたが、この鎧の登場のおかげで新しい戦い方ができるようになりました。龍鱗の鎧はたったの7ゴールドでソケットを3つ持っていまして、コストあたりのソケット数ランキングを調べてみると2位を大きく引き離してぶっちぎりの1位となっています。これの何が強いのか、例として回復阻害を 100% にすることを考えてみましょう。ソケットが合計で3個しかない場合には34ゴールドかかりますが、7個のソケットがあればたったの7ゴールドで回復阻害を 100% にすることができます。龍鱗の鎧が登場する前までは回復阻害 100%、毒耐性 100% みたいなことを実戦の中で実現するのは難しかったですが、それが可能になりました。龍鱗の鎧を3つ用意すればたったの21ゴールドでソケットを9個利用できるようになりますので、環境に合わせて毒耐性を高めたりスタン耐性を高めたりクリティカル耐性を高めたりすることができ、相手のやりたいことをやらせない戦い方をすることができます。それではゲームの方を見ていきましょう。まず序盤に関してですが、現在は鍛冶屋のハンマーを1ターン目に売却する動きが主流になっていて、それに対してハンマーを売らない進行をするとどうしたって勝つことができないので、最初の数ラウンドは戦略的に負けることを選びゴールドを稼ぎに行きます。なので豚ちゃん貯金箱を買ってシャベルを作りました。そして斧が手に入ったぐらいのタイミングで貯金箱を売って勝ちに行きます。特に大切なこととして5ラウンド目6ラウンド目はしっかりとリロールをしてダブルアックスを完成させることが大事で、斧が引けずに負けるにしてもやるべきプレイングをやって負けるということが大事になってきます。さあ8ラウンド目のクラスチェンジアイテムですが、ブラスナックルかシャーマンの仮面を購入します。シャーマンの仮面を買った場合には鷹のルーンで目くらまし耐性を高めることができるので、あまりにも目くらましビルドが多い環境の場合にはシャーマンの仮面の方が良いと思います。ブラスナックルも命中率を高められるので、ラウンドの早い段階で目くらましビルドに当たる場合には勝っていけるのですが、後半に当たる目くらましビルドはほぼ勝つことができないので、それは捨てる感じになります。運よくティムを購入できると目くらまし耐性 30% を得ることができるので、ブラスナックルと合わせて目くらましビルドに勝てるようになります。ティムは今回の龍鱗コントロール戦略においては最高のアイテムとなっていますので、出た場合には必ず買うようにしています。ちなみに氷結ビルドに関しては全く勝つことができないのが今回の弱点となっています。あまり当たることがないので完全に捨てています。ただあまりにも氷結ビルドが環境にあふれるようであればドラゴン革のブーツを作れば良いだけですので、対応ができないわけではありません。何の耐性を積んでいくかは環境次第になってきますので、今回お見せするのが完成形というわけではなく、考え方を理解して柔軟に対応していくのが今回の戦略になっています。さあ呪われしだがダークセイバーのビルドが来ました。このぐらいの段階で当たる分にはブラスナックルで対応ができますので勝つことができます。ブラスナックルに迅速のグローブを当ててなるべく早く命中率を高められるようにしているのも目くらまし対策なのですが、正直これはあまり有効ではないと思っています。迅速のグローブが半額であればまあ買ってもいいかなぐらいのレベルの対策で、迅速のグローブを買ったからといって飛躍的に目くらましに勝てるようになるわけではないので、基本迅速のグローブは買わなくていいと思います。さあライトスラバートが出てきました。一時的な目くらましであればブラスナックルで対応ができますので勝つことができます。レンジャーはメガクローバーのビルドが怖いぐらいで、他は今のところそんなに怖くないですね。さあ龍鱗の鎧と相性がいいトゲ付きチョーカーはどんどん買っていきます。ポーションが半額なので購入、定価では買いません。
おっと氷結ビルド、これがどうしてもダブルアックスのパワーだけでは勝てないんですよね。対策なしでは勝てない。ただドラゴン川のブーツを2つぐらい積むだけで楽勝になるので、環境の中心に来る可能性はかなり低いんじゃないかなと予想しています。これはあらかじめ戦略的に捨てている負けになります。このゲームはどんなビルドに対しても対応策というのが用意されていて、全部のビルドに勝とうとするのは難しいですので、環境に多い少ないをしっかり判断して負ける相手を決めておくというのは結構大事だと思いますね。さあお相手はブラスナックルのバーサーカー。こちらはスタン、クリティカル、赤ジェムでの回復があるのに対して、相手のスタン、クリティカル、回復をだいぶ抑え込んでいますので、その差で勝つことができます。スタン耐性を高めている理由はハンマーダガーというよりはブラスナックルの対策のためになっています。さあ3つ目の不屈のヘルム、これで回復阻害 105%、 毒耐性 55%、 スタン耐性 45%、 クリティカル耐性 45% まで来ました。そしてお相手がメガクローバーのレンジャー、これが結構嫌なんですよね。さあクリティカルを防いでいく。スタンで動きを止めながらいいダメージが入る。最後は96ダメージ。なんとか勝つことができました。ちょっと今回黄色ジェムの出が悪すぎて防具に全然積めてないんですよね。それと3つ目の革の鎧が出てくれなくて、鍛冶屋のハンマーを持ち続けている弱い流れになっています。仕方がないのでここで革の鎧を諦めて勇気の盾を購入。さあここで目くらましリーパー、堕落せし鎧や王冠を積まれる段階になってくると、もうブラスナックルだけでは対応ができなくなってきます。半額だったので聖なるポーションを買いましたが、聖なるポーションはほとんど役に立ちませんので、半額でも買わない方がいいかもしれませんね。買っちゃダメだと分かりつつも半額だとついつい買ってしまう意志の弱さがあります。黄色ジェムが出るがグレードが低い。説明していなかった武器に積むジェムに関してですが、青か赤がいいと思います。これも環境次第といったところですね。スチールスラバートが多いようであれば青ジェムの方がいいと思います。さあ噂をすればスチールスラバート、スタン耐性 60%、 クリティカル耐性 51% まで来ましたので、これは勝ちたい相手。後半クリティカル率が高まってくる段階でどれだけクリティカルを防げるか。オッケー、なんとか勝てました。お相手不屈のヘルム一つで結構クリティカルを防いでいましたね。危なかった。では最終ラウンド、あと欲しいのは黄色ジェムですね。もう少しクリティカル耐性を高めておきたい。革の靴が半額なのでソケット目的で購入。黄色ジェムが出ないのでトゲ付きチョーカーを買いましょう。最終的に回復阻害 95%、 毒耐性 85%、 スタン耐性 70%、 クリティカル耐性 55% になりました。さあヘビ型のリーパー、毒耐性 85% の強さを見せていきましょう。目くらましが少ない毒特化のリーパーはカモですね。お相手死神の鎌を使っているが全然毒が入らない。吸血バフもついていますが回復もできません。相手のやりたいことをやらせない。それが今回の竜輪コントロール戦略。完全に毒耐性が刺さって勝利となりました。対戦ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。